はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、ペンタトニック最強4度というね、動画をやっていきたいと思います。それで、中級者限定の動画になると思うので、初級者の方はおそらくまだ見ない方がいいかなと思うので、はい、じゃあね、今日やることはすごい簡単です。まずこの譜面を見てみましょう。はい、マイナーペンタトニック。これね、中級者の方だったら知らない方はいないと思います。はい、こういうね、スケールですね。みんな知ってますね。で、じゃあなんか、ペンタトニックこれ使ってなんか弾いてって言うとですね、おそらく多くの方、僕も含めてなんでしょうけど、こんな風になっちゃうんですね。いきますよ。みたいな感じで、こう、綺麗なね、美しいラインっていうのかな、順番、スケール的なね、演奏が、多くなってしまうと思うんですけれども、今日はこの呪縛から逃れようという、そういった感じのね、動画なんですね。はい、じゃあ早速ね、次の譜面見てみましょう。はい。で、今のマイナーペンタトニック、C のマイナーペンタトニックって実はですね、展開すると順番を並べ替えるとこうなるんですよ。いきますよ。はい、これ何かっていうと、全部この音がですね、G、C、F、B フラット、E フラットって言ってですね、全部、パーフェクトフォース、完全4度っていうのかな。で、こう、インターバルが出来上がってる、こう、不思議なね、スケールなんですね。なので、まずこれを覚えておきましょう。並べ替えるとこんな風に完璧にインターバルが整うということですね。これおそらく知らない人、多いんじゃないかなと思うので、これ知っとくと得なので、これ覚えておいてください。はい、じゃあ早速次の譜面いっちゃいましょう。はい。それでですね、もう一つあるんですけれども、今の4度のそのパーフェクトフォースのインターバルで上がっていくとですね、こうなるんですよ。いきますよ。これ今何やったかというと、全部4度で C から上がったんですね。そしたら13個目の音で元に戻るんですよ。C に戻るんですよ。ってことはこの4度のこの距離感でいくとですね、12個音が全部弾けるという魔法のようなね、スケールなんですね。スケールじゃないか、インターバルですね。その音の距離ですね。これもね、覚えておくと、すごくいろんな場面で役立つので、これぜひ覚えておいてください。はい、そしたら一番初めにデモ演奏してたんですけども、あれって何やってたかというと、ものすごいこの4度、今回で言うとこの C マイナーペンタトニックに集中してですね、しかも4度のインターバルをしっかり考えながらこうアドリブをしたんですけれども、普通のそのライン的演奏、スケール的演奏と違って音が飛んでいくんですよ。ポンパン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 ってこう上下運動っていうのがものすごい激しくなるんですね。なのでそういう演奏を、もう一応取り入れるとジャズってかっこいいので、そういう訓練をしましょうっていう趣旨なんですけれども、じゃあ早速一個一個やっていきましょう。はい、じゃあこれ練習方法の一つ目なんですけれども、まず C のペンタトニックの音以外を使わないで、ランダムにこのように考えながらやっていく。やってみましょう。これほぼ適当に音並べただけなんですよ。4度の距離感を守って。で、この P4 って書いてあるところも全部4度ですね。で、まずはこの、例えば C ペンタトニックだったら C ペンタトニックの音以外一切使わないというので、自分で考えながら、音見ながらでもいいんですよ。スケール見ながらでもいいので、音を飛ばしていくという練習をすると非常にいいと思います。はい、じゃあ次なんですけども、もちろんC ペンタトニック以外の音もね、もちろんアドリブの中にガンガン入れてて構わないので、その練習ですね。つまり今回はアプローチノートを1個でいいので足してみる。ここで言うと1小節目の最後が赤い色。これがアプローチノートですね。ちょっとやってみましょうか。
1音足しただけでですね、随分流れが変わるということで、初めはその1音だけ何か他のね、音を足してみるというのも実験してみるととてもいいと思います。はい、じゃあその次はですね、今度はアプローチノートをですね、塊で入れていくんですよ。C マイナーペンタトニック以外の音を塊で4度を飛ばしていって入れていく。するとこんな風にね、すごいハーモニーが綺麗になります。いきますよ。はい、じゃあここからがちょっとした考察なんですけれども、僕は例えばアルトサックスなのでですね、非常にその他の管楽器、例えばトランペットとか金管楽器とかもおそらくちょっと似てるとは思うんですけれども、音を飛ばしていくのが苦手な楽器なんですね。もちろん近い音を弾いていくのがすごい楽なんですよ。例えばドレミファソとか、まあ当たり前の話に聞こえるかもしれないんですけれども、結構中級者ぐらいになってもその呪縛から逃れることができない人がものすごい多いんですね。例えばじゃあアルペジオを弾いてくださいって言われた時も、例えばドミソとかそういったすごい近いアルペジオを弾いていく、その呪縛から逃れられないんですね。これ例えばおそらくギタリストとかピアニストだったらですね、ある程度もっと飛ばせるはずなんですよね。例えば4度の距離とか5度の距離とかを飛ばしてこうギターでもそうだと思うんですけどいけると思うんですけども、我々は結構厳しいんですよ。それがなぜかというとオクタブがこう切り替わっていく、我々がオクタブが切り替わるっていうのはですね、その機能的に楽器の機能的にですねこうやって結構めんどくさいんですよ、オクタブを切り替えていくのが。なのでその呪縛っていうのからですね、いつの日か逃れなきゃいけないと、いつかその殻を破ってこうもっと自由な演奏、もっと広い視野で見た演奏をしなければならないんですね。なので僕もですね日々こう練習してるとですね、いつの間にかやっぱりライン的演奏っていうんですか、すごいスケール的な綺麗な演奏ばっかりになってしまってですね、こういう風なそういう上下運動っていうんですか、インターバルをパンパンパンって飛ばしていくような演奏は、やはり少し意識しないとですね、実際に演奏でなかなか出てこないっていうことでですね、僕は日々練習する時もそれを頭に思い浮かべながらですね結構練習してます。はい、で今日の説明なんですけれども、結構初めの方に説明したですねペンタトニックを展開するとどうなるかとか4度で飛ばすとどうなるかって結構分かるようで、ちょっと分かりづらいかもしれないのでもう一回巻き戻してその部分ねもう一度見てみるとね、多分譜面見ながら、聞くと分かると思うので、ぜひねもう一度見直してみてください。はい、ということでペンタトニックの演奏法をねちょっと見直したいなと思った人はいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。